短い昔話。今日のお話は衣笠姫。昔、衣笠姫という小さなお姫様がいました。姫の父上は遠い都で働いており、姫は母上や召使いたちと一緒に父上のお屋敷で暮らしていました。ある日、姫の母上が重い病気になり、間もなく帰らぬ人になりました。父上は姫が屋敷で一りぼっちになるのを心配して、新しい奥方をもらうことにしました。けれども新しい奥方は心の悪い人でした。夫が都へ行ってしまうと、血のつながらない娘が邪魔になり、姫を馬屋に閉じ込めてしまいました。そして馬が暴れるように馬の尻に鞭をくれたのです。馬たちは驚いて姫を踏んづけました。姫は死んだようにぐったりしていましたが、じいやが助けて介抱したので息を吹き返しました。それでも姫の背中には蹄の形をしたあざが残ってしまいました。またある日のこと、悪い奥方は姫を竹やぶに連れて行き置き去りにしました。ばあやが方々を探し回り、やっと見つけた時には姫は死んだようにぐったりしていました。それでもばあやの介抱でなんとか息を吹き返しました。悪い奥方はますます姫を憎んで、3度目には大きなたらいに乗せて川へ捨ててしまいました。じいやとばあやが方々を探し回り、やっと見つけた時には姫はほとんど死んだようにぐったりしていました。それでも姫はどうにか息を吹き返しました。どうしても姫を亡き者にしたい奥方は、4度目に庭を掘って姫を埋めてしまいました。じいやとばあやが慌ててお救いした時には、姫はもう息をしていませんでした。父上が都から帰ってきて、姫が死んでしまったと聞き、大変驚き、深く悲しみました。そして怒りをあらわにして悪い奥方をどこか遠くへ追い出してしまいました。季節は巡り、春になると姫が埋められた庭に一本の桑の木が生えてきました。そしてその木にはたくさんの小さな芋虫がいて、桑の葉を食べていました。不思議なことに、その芋虫の背中には馬の蹄の形のあざがありました。それを見て父上は、きっと姫がこの虫に生まれ変わったのだ、そう思いました。虫たちは桑の葉をたくさん食べて大きくなりましたが、ある日眠ってしまい、まるで死んだように動かなくなりました。けれども1日もすると目覚めて、また桑を食べ始めました。そうしたことを4度繰り返して、最後に虫たちは白く美しい繭を作りました。これがお蚕様の始まりの物語です。人々はお蚕様の最初の眠りを馬の眠りと呼びました。2番目は竹の眠り、3番目は船の眠りです。そして4番目の眠りを庭の眠りと呼んでいます。これらは姫が受けたむごい仕打ちを表しているのです。